皆さんこんにちは。写真家の井上です。今回のゼミでは超望遠レンズの魅力を取り上げます。300mm を超えるような超望遠レンズは写真の表現力を大きく広げる魅力的なツールです。その魅力を3つの角度から分析していきたいと思います。まず1つ目が遠くの被写体を大きく捉えるという能力。そして2つ目に豊かなボケと圧縮効果。3つ目に想像力と新しい視点ということで見ていきましょう。まずこちらの写真を見てください。これはスマートフォンのカメラで撮影しています。超望遠ではなく 35mm 版換算値で言えば 50mm ほどで撮ったものです。キタキツネが写っているのが見えますよね。近づいて撮影できれば良いのですが、相手は野生動物。いつもそうできるわけではないし、そもそも強い観察圧や撮影圧をかけてまでして撮りたくないものです。またこのキタキツネは背景が雑然としたところにもいるわけですし、挙句の果てにはアスファルトの路面など人工物も映り込んでいます。とはいえせっかく出会った野生動物です。これらを整理して効果的に撮りたい。そこで活躍するのが超望遠レンズというわけです。ではこのキタキツネを 400mm の超望遠レンズで撮影したカットを見てみましょう。それがこちら。被写体となっているこのキタキツネの個体はこの前の写真の個体とは異なっています。とはいえね、兄弟なんですけどもね。それはさておき、キタキツネを素敵に撮るためにレンズの視点というのをね、キタキツネの目線の高さと同じ高さまで落としています。先ほどのカットとおおむね似たような位置から超望遠レンズである 400mm のレンズを使って撮影しています。圧倒的に被写体であるこのキタキツネを大きく写すことができています。冬を越して少しクタクタになった冬毛ですが、毛の一本一本がしっかりと見えて、その質感も楽しむことができるでしょう。近づきたいけどなかなか近づくことができない野生動物の撮影では、遠くの被写体を大きく捉える能力を持った超望遠レンズというのは大きな力になると言えるでしょう。さて、レンズの向こうにあるのはかつての対比の山。この対比の山に鳥が飛んできて何か植物の種をね落としていったりすることで、こうやってもしゃもしゃ新しい植物が生えてきた小さな山になっています。実はこの中に子ギツネたちが育つ巣穴があるんですね。僕が撮影できる位置からその巣穴までは距離にして15メートルから18メートルほど。そして子ギツネの大きさは20センチほどなんです。こういうシーンで少しでも子ギツネを大きく映すためには、焦点距離が 600mm を超えるような超望遠レンズが役立ちます。この巣穴の出入り口付近で起きたドラマがこちら。いつも他の兄弟にちょっかいを駆け回るいじめっ子が手痛い反撃に遭ってるシーンです。左の子がそのいじめっ子。それにしてもこれガブリとやり返されていますよね。これは痛そう。600mm の超望遠レンズで撮影していますが、これは少しトリミングもしています。被写体となっている子ギツネたちに対して観察圧や撮影圧をできるだけ減らして、より自然なカットをできるだけ大きく鮮明に撮るためには、遠くの被写体を大きく捉える超望遠レンズが必要になってきます。では次のカット。晩秋の川で鮭を探しているヒグマ。ヒグマのように接近して撮影するわけにはなかなかいかない被写体の撮影でも、遠くの被写体を大きく捉えることができる超望遠レンズが役立ちます。とはいえ、ファインダーの中ばかりを覗いていると自身の周囲への注意がおろそかになり、結果として足元の危険に気づきにくくなって転倒や落下という事故につながったり、周囲の状況の変化に気づけないために思わぬ危険な事態に陥ることさえあります。これは本当に気をつけなければなりません。流氷に乗ってのんびりやってるアザラシ。ひどく警戒心の強い彼らの撮影では、焦点距離 400mm の超望遠レンズをもってしても逃げられてしまいがちです。撮影による圧がかかりにくい距離で撮るとなると、この時は 400mm の超望遠レンズに2倍のテレコンバータを装着して焦点距離 800mm が必要でした。超望遠レンズにテレコンバータを装着して撮影するときは、焦点距離が長くなった分だけ手ブレしやすくなります。加えてレンズの手ブレ補正の性能がテレコンバータを装着していない時に比べて落ちてしまう印象があります。手ブレしないように三脚などに固定して慎重にシャッターを切る必要があることに気をつけなければなりません。子ギツネの姿を追う一日を終えて帰宅しようと車を走らせていた時に野焼きをしている現場に遭遇しました。
土手の木のシルエットがなんとも不気味だけど素敵で、これは撮らないと思って子狐を撮影していた時の 400mm のレンズをつけたままのカメラを僕の車の助手席から取り出してね、ファインダーを覗きました。そう、ファインダーを覗いたらね、その中にフォークを持って歩く人が見えてきたんですね。肉眼ではとても小さかったのですが、 400mm のレンズを通して見るとしっかりと見えてくる。遠くの被写体を大きく捉える特性のおかげで撮ることができた一枚です。こちらは日没後の青い時間帯に旭川空港に滑り込もうとしているボーイング767。飛行機の撮影ができる場所がどんどん制限されていく今日、200mm 前後のレンズで撮影するには厳しくても、焦点距離を伸ばして遠くの被写体を大きく捉えることができる超望遠レンズがあれば、飛行機をぐーっと引き寄せて撮影することができます。またこの時のレンズのように開放値が F2.8 という明るいレンズを使うと、このレンズですね、これ 400mm の F2.8 というレンズです。薄暗い時間での撮影時にもシャッター速度や ISO 感度を稼ぐことができるので、よりノイズの少ないクリアな絵を得ることができるようになります。さあ、ここからは豊かなボケと圧縮効果について見ていきましょう。まず豊かなボケ。400mm で撮影したこの作例、絞り値を F2.8 にして撮影しているので、子狐の背後の草むらが柔らかく豊かにボケています。このボケのおかげで子狐と背景が視覚的に分離されて、写真の中に立体感が生まれています。超望遠レンズを使わずとも被写体までの距離と背景までの距離との関係で、普通の望遠レンズや標準レンズでも豊かなボケを得ることはできるものです。しかしながら野生動物の間で取るべき距離感や自由に背景を選ぶことのできない事情からすると、野生動物の撮影では超望遠レンズが持つ豊かなボケというのは大きな魅力になると言えるでしょう。近所に住んでいるエゾフクロウ、背景の紅葉の森に日の光が当たってキラキラして大きな玉ボケとなって写っています。超望遠レンズの中には光源や反射をこのような円形のボケとして美しく描写するものがあり、肉眼で見ることのできない特別な美しさを見せてくれます。玉ボケを発生させるためには、まずレンズを開放絞り値に設定して玉ボケの源となる光源を背景に含むように撮影するのがコツです。この時玉ボケの大きさは絞り値を変化させることで調整することになります。また被写体と背景の距離が遠いほど玉ボケは大きくなるということも知っておくべきでしょう。焦点距離が長くかつ絞り値が小さい超望遠レンズを使うと、この玉ボケもより大きく出現して写真表現の幅が広がります。こちらはアルビノのエゾリス、真っ白ですよね。レンズの前玉と被写体であるエゾリスの間に落ちてきている雪のかけらが、この美しい雪玉ボケを作り出してくれています。超望遠レンズを使用することで、これらのボケは大きく、そして柔らかな質感を持つようになります。フラッシュを使わずに雪玉ボケを撮影するコツは、雪がわさわさとたくさん降っている時を選ぶこと。レンズの絞り値をできるだけ小さくして、絞りを大きく開けて浅い被写界深度を作り出すことが大前提となります。そして大切なのは背景を選ぶこと。雪の季節ですから背景は白い雪になりがちですが、うまく自分自身の位置取りをすることで、例えば背景に針葉樹の暗い木立があるところを選べば、雪玉ボケが暗い背景の中で目立つようになってきます。機材だけでなく現場での立ち回りも重要です。圧縮効果も見ていきましょう。圧縮効果を意識した撮影は建築物や自然の風景など様々なシーンで効果的に使用できます。被写体の手前から奥までの距離感を狭めることで視覚的な関連性を強化させて、見る者に強い印象を与えることが可能です。手前で滑走路へ向けてタクシングを始めたボーイング737と奥の仙台空港ターミナルビルの距離は実際には200メートル前後の距離があるのですが、この2つがかなり近くにあるように見えてきます。このカットは焦点距離 400mm で撮影しているのですが、この焦点距離が長ければ長いほど圧縮効果を強く楽しむことができます。大雪山十勝岳連峰を背に旭川空港へアプローチするボーイング767を捉えています。機体だけでなくその背後 30km にある噴煙を上げる十勝岳の山肌までが被写界深度、ピントが合う範囲に包摂されています。その結果として機体と山肌がとても近いように見えてダイナミックな絵になっています。このような表現ができることも超望遠レンズの魅力ということができるでしょう。
こちらは風景写真愛好家の多くの方々が憧れる北海道美瑛町での一枚。400ミリで撮影しています。先頭、尖った塔のある小学校のある丘、そしてその向こうに幾重にも重なる丘には、朝の光に黄金色に染まった霧が緩やかに流れ込んでいます。手前の丘から向こうの丘まで10キロほどあるでしょうか。この範囲が被写界深度、ピントが合う範囲の中に収まっていて、写真としては距離感を創出して見えてきます。建物や飛行機がいる風景だけでなく、風景写真においても圧縮効果が写真表現に広がりを見せることがあるのです。では、3つ目の魅力の創造性と新しい視点を見ていきましょう。今日はここに2本の超望遠レンズを用意しました。このレンズは僕が最も使用頻度を高くして撮影している 400mmF2.8 の単焦点レンズです。大きいでしょうね。で、一方でこちらのレンズが 100mm から始まって望遠端で超望遠域の 400mm を実現するズームレンズ。同じ 400mm の焦点距離の画角を得ることができるのですが、その大きさは全然違いますよね。この望遠ズームレンズというのは便利なもので、100mm と 400mm では全く印象の異なる写真を得ることができます。こちらはこの100-400の望遠ズームレンズの望遠端 400mm で撮影しているもの。エゾフクロウがのんびりとあくびをしている絵です。400mm の超望遠域で撮影すると、遠くに離れている被写体を大きく切り取ることができるわけですが、引きの絵でも同じ場所を楽しむことができるのです。こちら100mm で撮影してみました。エゾフクロウが住む大きな木を画面いっぱいに映しています。全然先ほどとは違う絵になってますよね。この2枚を1本のレンズで実現できるというのはとても便利なもの。しかしながらこのレンズでは 400mm の時の F 値が最も小さい時で 6.3 になってしまいます。この大きなレンズで見た時のように 400mm の F2.8 の写りの良さを知ってしまうと、それもとても魅力が大きくて、どうしても僕の場合は 400mmF2.8 の超望遠の単焦点レンズを使いたくなってしまうものです。ただ単焦点レンズですから画角の制限が出てくるんですよね。それはそれで撮影の難易度は上がってしまいます。それは例えば次のようなシーン。氷点下20度の朝日を浴びながら泣き交わすタンチョウのつがい。朝日が照らす吐息が素敵です。思ってたよりも近くにいたタンチョウのつがいが泣き交わしを始めてしまいました。この時装着していたのが 600mm の単焦点レンズだったんです。そのせいでタンチョウの全身の姿を撮ることはできず、タンチョウたちの頭しか収められそうにありませんでした。単焦点の超望遠レンズは素晴らしい写りをもたらしてくれる一方で、ズームレンズのように簡単に画角を調整することができません。単焦点レンズを使っているときは被写体との距離との関係で自分にどのような切り取りが今できるのかを常に意識して、刻々と変化するさまざまな状況に合わせた構図作りができるように心がけたいものです。カサコソと木の幹に爪を立てながらキネズミことエゾリスが降りてきました。思ったよりも近くに降りてきたために横位置にカメラを構えたままではリスの全身が画角の中に入りません。そこで体全体を追いかけるのではなく、頭部を中心にしてその背景が最も素敵な紅葉ボケになることを期待する方向性へ頭を切り替えて撮影をしました。明るく黄色くなっている背景がエゾリスの頭に近いところになるように調整をしてシャッターを切っています。ヒグマの親子が雨の中を歩くシーン。この時は望遠ズームレンズの望遠端の 400mm にセットをしたままでした。実はこの 100-400mm のこのズームレンズは写りがとても良いのですが、ズームリングが重いのが欠点なんです。とっさに焦点距離を変更するのに難があって、僕は 400mm のままで撮影せざるを得ない状況でした。なぜなら片手で撮ってたんですね。そのような制約の中でどうしたら創造的な一枚になるかと瞬時に考えたのがこのカット。ヒグマの母親の足の間を子グマが見切る瞬間に集中することにしました。まるで単焦点レンズを使っている時のように焦点距離を変えることができない時には創造性を柔軟にして新しい視点を持つという意識が大切なのかもしれません。これまで見てきたように野生動物を撮影するときには観察結果を残すような目的がない限り、必ずしも画角の中に被写体となる野生動物の全体を入れる必要などないと僕は思います。
夕方、キタキツネがとことこと僕の近くへ歩いてきたかと思うと、少し先で立ち止まってそこに伏せてしまいました。ファインダーを覗くとそこには玉ボケが並んでいました。当初は F2.8 にして待ち構えていたのですが、それでは玉ボケが大きすぎたので、ちょうど良い大きさになるようにさっと少し絞って、この時は F4.5 ですね、撮影したのがこのカット。せっかく高いレンズを使っているのだから、絞りを開放にしたいという意識があるものです。また全身を見せようという意識もあるかもしれません。適正露出で撮るべきという意識もあるかもしれません。これらの余計な意識をかなぐり捨てて撮るべき時があるのかもしれないということを頭の中に入れておきたいものです。そうです。必ずしも画角の中に被写体の全体を入れる必要などないということは、飛行機の撮影でも同様のことが言えると僕は思っています。このちょっと懐かしいボーイング747の政府専用機、記録的な意味合いで全体が映るようなカットを焦点距離 220mm で撮影した後で、キラキラに磨き上げられたエンジンに西日が当たると素敵かもしれないと思って、レンズを超望遠域の 600mm までズームさせて、それに伴って手ぶれ防止のためにシャッター速度も気持ち少し早めにして、ボーイング747の左主翼につられている第1エンジンと第2エンジンに僕は集中しました。4つの CF6 エンジンの素敵な音がぐんぐんと接近する中、ガバッと僕も身をよじりながらシャッターを切って撮影したのがこのカットでした。磨き上げられたエンジン、そして機体がギラリと西日を浴びて光る瞬間を切り取ることができました。ズーム機能を使って画角を変えながら撮ることができるというのも便利なものですが、これと決めた焦点距離でとっさの想像力から生まれる素敵な切り取りのカットもあるということを意識しながら撮影に臨みたいものです。超望遠レンズの魅力。焦点距離が 300mm を超えるような超望遠レンズは遠くの世界を身近に感じさせて、写真の表現力を大きく広げる魅力的なツールだということを意識できたのではないかなと思います。今回紹介した魅力やテクニックやコツが皆様の写真表現の幅を広げて、さらには写真表現への情熱をかき立てるきっかけになればなと思っています。このチャンネルでは次回も新たなテーマとともに写真表現の楽しさについてお話をしていきます。楽しかった、これからも知りたいという方はいいねを、そしてぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。